シェア畑菜園アドバイザーの下道です。今日は大根で初めての状態が発生しましたので、植え替えをやっていきたいと思います。ハムシの被害がひどくて植え替えを余儀なくされております。ハムシというのは大根が成長する過程で初期段階に葉っぱに穴を点々と無数に開けていく虫です。非常に厄介な虫で、これを放置しておきますと光合成が得られなくなって最後には枯れてしまいますので、植え替え作業が必要になってきます。現在の大根の状態を見ていきましょう。現在の大根の状況です。こちらをご覧ください。このように大根の葉に無数の穴が開いております。これは大根ハムシの被害です。大根ハムシとはコガネムシやテントウムシの仲間で、ウリハムシやキスジノミハムシらと同じく葉を食べるハムシです。中国や東南アジアで見られ、日本では本州以南で発生します。大根ハムシは特に大根、白菜、小松菜、カブといった油中の植物が大好物で、これらの葉を葉裏から食べ尽くします。成虫は卵を産んで土壌で孵化して大根の表面を食害します。今日は残念ながら植え替え作業をやっていきたいと思います。まず植え替え作業をやる前に、現在大根が芽が出てるものを一旦全部撤去してしまいます。その後にマルチをはぐって土の中をどういう虫が潜んでいるかを点検した後に再度種まきをしたいと思います。それでは大根を全部撤去します。せっかく発芽してきれいに伸びているんですけども、葉っぱをこのようにハムシから食べられて、多分大きい大根はできないと思いますので、一旦剥がして土の中を点検した後に種まきをしていきたいと思います。それではマルチを剥がしたので、土の中を一旦点検してみます。いろいろな虫が潜んでいるかどうかをこのように小刻みに移植ゴテ等で約5、6センチ耕してみてください。このようにおりますね。このような虫が甲虫ですけども、これもハムシの仲間です。ハムシは土の中で産卵をして孵化してから上に生え上がってきますので、非常に見つけづらい害虫です。捕獲しようにも非常に逃げ足が速くて捕獲しづらい虫です。このコガネムシも野菜の根っこをかじって最後には枯れてしまう害虫の仲間です。点検しましたらコガネムシの幼虫が5匹ほどおりました。畝を平らにならします。最後にマルチを張っていきます。
土の中の点検とマルチ張りが終わりましたので、続いて種まきをしていきたいと思います。一つの穴の中に4粒ほど巻いていただきたいと思います。深さは約1センチほどかぶせていただきたいと思います。人差し指の第一関節ほどまで埋め込んで、周りから土を寄せて圧着します。この植え替えの期限といいますのは、だいたい9月中に植え替えをやっていただきたいと思います。あまり遅くなって、気温が低くなりますと大根の太りに影響がありますので、10月過ぎの種まきはあまりよくありませんので、10月過ぎに種をまく方は寒くなってからの種がありますので、その種を植えてみてください。例えば三太郎大根というのは11月にまいても育ちますので、まき損なった方は三太郎大根をまいてみてください。種まきが終わりましたら水をたっぷりとまいてください。水やりは発芽するまではもうこの1回で十分だと思いますので、たびたび水やりをしますと種が腐ったりしますので、そこは禁物です。終わりましたら不織をかぶせます。これは保温効果もありますし、台風とか大雨等にあった時に種が飛び出ないために、このように不織布をかぶせていただきたいと思います。あとは芽が出ましたら害虫等が発生しますので、防虫ネットをかけてみてください。大根に限らず葉物野菜等を種まきした後は必ず防虫ネットをかけてください。必ずと言っていいほど害虫が舞い込んできますので、その辺を十分注意してやってみてください。裾をパッカーで留めましたら、さらに隙間等が開くとここから害虫が侵入してきますので、この裾を土で埋めることが重要になってきます。簡単でいいですので、隙間がないくらいこう埋めてやってください。それでは質問コーナーに入りたいと思います。こちらのハダニの動画にコメントをいただきました。ナスに大量のハダニが発生しました。重曹スプレーの作り方について教えてくださいというコメントをいただきました。重曹はですね、1リットルの水に約2グラムの重曹の粉を中に入れます。そしてよく振ってから使ってください。あまり濃度が濃いと葉っぱ等に影響を及びますので、この2グラムというのが限度ですので、よく量を間違いのないように作ってみてください。今日は大根の植え直しについて紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録といいねボタンを押してください。皆さんも頑張ってください。バイバーイ。家庭菜園ライフ